性能テストです。今回は桁違いのダブルロック能力に焦点を絞りました。3種類のクランプの固定能力を比較しながら検証してみましょう。はじめにダブルロックの試験です。最初にクランプを締めます。続いて超ナットを手締めします。これがダブルロック機構です。バージョン2ではナットの仕様が変更されました。ベースはダイソーの C クランプです。普通はこの動作で簡単に外れます。外れたり緩む気配が全くありません。もう腕が疲れたのでロックを解除します。ロックを外した途端、簡単に外れました。こんな粘り強いクランプを見たことがありますか？比較のため、他のクランプも実験します。これはプロも使用する強固な製品です。簡単に外れました。もっと強く締めます。それでも何度か動くと簡単に外れます。跡が残るくらい締めています。F クランプもテストします。果たしてどうでしょうか。簡単に外れました。これは構造的な問題で外れてしまいます。ダブルロック機構はクランプ全般の構造的な弱点をカバーする理想的な方法です。通常、こんな過酷な扱いは想定されませんが、そんな条件でもダブルロックは外れません。一般的な使用範囲で考えると、この過酷なテストで外れなければ、もう破損する以外には外れる心配はないでしょう。これがダブルロックの実力です。ダブルロックの加工方法と注意事項です。詳しくは概要欄をご覧ください。ナットを入れる際にバリがあると入りません。手前で引っかかります。きれいにヤスリで処理します。端と穴の周りのバリを削ります。
ここさえ通れば使えます。本体への干渉もありません。ここへナットを溶接すると干渉します。こんな感じです。超ナットを使う場合、溶接なしでピンを使う方がいいと思います。適合規格と注意事項です。ナットは市販の8分の3インチが入ります。ただ、若干ピッチが違うようです。高さのある高ナットなどは使えません。この高さの2倍くらいまでは問題なく使えます。以前の不明ナットは経典用とのことでした。前回はサイズを調べないで申し訳ありませんでした。ここにつけておくといいかもしれません。改造は極めて簡単です。ぜひ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。